今から約470年前の室町時代後期、世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教である。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者を2000人得た。このことからこの地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いていくこととなった。時代は戦国時代へ。時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなるキリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺および仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者および一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26聖人の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。秀吉の命により京都大阪で宣教師聖職者とキリシタン合わせて24人が捕らえられた。後にこの死への旅路に世話係として付き添った2人も自らの意思で殉教に加わり、彼らは26聖人として歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の耳たぶを切り取られ、牛車に乗せられ教獣を引き回された。その中の一人ルドビコ・イバラギは当時まだ12歳の少年であった。尾張、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院でルドビコもまた共に病人の看病に勤しんでいたという。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔は人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26聖人が京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された時、寺沢半三郎という人物に出会った。彼は長崎奉行の弟で26聖人の死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26聖人の信仰心というものに対して理解はあったものの共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らを丁重に扱った。寺沢は未だ幼いルドビコに
自分の養子になることや小姓になることを持ちかけたが、ルドビコはついに一度もその慈悲を受け入れうなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだった。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく、最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26聖人一行は、険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26聖人の一行は峠を下って行き、ソノギの港からトギツへ向かった。3隻の船にそれぞれ乗せられ、トギツ浦を渡った。しかしキリシタンが多いトギツで殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ身動きが取れない体を彼らは互いに寄せ合いながらわずかな暖を取りつつ、眠らないまま最後の夜明けを迎えたのであった。26聖人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかったすべてのことに感謝を持って殉教という死の形を受け入れていた。ルドビコ、アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け寄る。1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26聖人が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。
彼はこんな時世の句を残している。露雨と落ち、露雨と消えにし我が身かな。何わのことも夢のまた夢。我が身は露雨のように儚いものだ。何わで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き、天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生は、己の中に救う飽くことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚く、やがて虚しく朽ち果てるものであると、時の最高権力者であった秀吉が悟っていたように、同じ思いを26聖人の一人もまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を見失っていると感じるとき、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともにそっと真実を語りかけてくれるかもしれない。